こんにちは。エスペルと申します。初級者から中級者向けに腕の振りが間に合わずに曲がクリアできない人へ向けたノーツの切り方や、プレイする上で避けては通れない身体への負担が少ない切り方の解説をしているものがなさそうなので、私がノーツを切るときに意識していることをお話しします。上級者はまた違う切り方をしているのかもしれませんし、間違った知識もあるかもしれませんので、あらかじめご了承ください。それでは、セイバーの振り方からお話しします。セイバーでノーツを切る際の腕の振り方ですが、初心者の方は、セイバーでノーツを切るときに、肩と肘、もしくは肘で、刀身の腹を使って、剣で切るイメージでノーツを切っているかと思います。なんかこの人は手さ切りしていますが、ここまで大げさでなくても、この切り方ではハイスコアも取れないですし、速い譜面では切り返しが素早くできないです。切り返しとは、セイバーを振り下ろした後、すぐに振り上げることですね。この切り方では、素早いノーツを切る際に、肘の折り曲げに筋肉を無理やり使うので、体へのダメージも大きくなります。そこで、私はこのように切っています。イメージとしては、腕を鞭のようにしならせてノーツを打つです。この動作は大げさに行っていますので、実際の動作とは異なります。手首は脱力をさせて、肘から先をしならせるようにすることにより、手首を使って切ることができます。先ほどと比べて、セイバーの振る角度も大きくなっていることもわかるかと思います。セイバーを振る角度が大きいほどハイスコアが取れます。ハイスコアの取り方は、また後で説明します。この動作をだんだん小さくしていき、最終的には手首で切るようにします。手首の返しというのは、他の関節を使うよりも、はるかにスピードが速いです。上級者は、手首を使ってノーツを切っているのですが、この上級者の手首の返すスピードについて、VR ゴーグルのバルベを開発した方も、ビートセイバーにおける上級者の手首の回転速度は物理的に到達できると思われていた値を超えるというふうにコメントしています。開発者の想像を超えるとは、ビートセイバー上級者は人間をやめているのかもしれません。このように手首を使わないビリ型と手首を柔軟に使ったギリ型で同じノーツを切る動きでもかなり動きに差ができ、意識をすることにより筋肉を無駄なく使用したギリ型ができます。ちなみに後ろの動画で意識していることは、連続する同じ色のノーツの中間に手首を入れて手首を使って切っています。画面左上の一人称視点でセイバーの柄の部分があまりブレていないことからもわかると思います。それでも刀身の振る角度がしっかりついていることもわかると思います。手首でも上下や左右など二次元的な動きの感覚でセイバーを振って切ろうとすると身体への負担が大きくなります。これはやりすぎると手首の筋肉痛や筋を痛めたりする原因になります。手首は3次元的に回すように切ると遠心力もあり、身体への負担も少なくなります。回転を意識することは怪我の予防にもなります。ただ、手首の回転を意識したギリ型は中級者までだと思います。上級者になるとノーツのスピードに手の振りが追いつかなくなります。上級者に向けてどんどん高速化していく譜面を切るためには、最終的には手首のみを使って二次元的なガミシモの動きでノーツを切ることになるかと思われます。例えば、こんな感じの譜面に出会ってしまった場合、皆さんもきっとこのように手首の返しのみでひたすら切っていくことになると思います。ちなみに、この譜面はこんな感じが7分間ひたすら続くのですが、スコア 86% の方がいるので、クリアできる人がいるようです。ノーツの配置は横 4× 縦3のマスに配置されています。ノーツは腰の前に手を置いた状態でも、ほぼ手首の返しのみで切ることができます。こんな感じです。右上や左上配置のノーツでも、腰に手を置いた状態で手首の返しで切ることはできます。
こちらを前提知識として持っているかどうかでかなりノーツを切ることへの考え方が変わります。上下に振るようなノーツ配置では、肩の前くらいに手を固定して腕から先を鞭のようにしならせながら手首で切るイメージで切ることによりノーツをより切りやすくなります。スコアの計算方法について説明します。1ノーツに対する最大スコアは115ポイントです。最高得点を獲得するための評価点は3点あります。1ノーツを切る前のスイング角度が100度以上で70ポイント。2、切った後に60度以上スイングで30ポイント。触れるのではなく、ちゃんと切り抜くということです。3ノーツの中心を切るで15ポイントの合計115ポイントで評価されます。なので、音ゲーでよくあるタイミングは重要ではありません。ミスをしなければ良いのです。角度をつけることは難しいことではなく、先ほどの話にあったように、手首の返しのみで最高得点は取れます。振り遅れた場合や曲の後半で疲れてしまい体力が少ない場合でもノーツを切るための技術です。プレイヤーの多くは足跡マークの上に立っているかと思います。ですが、私はプレイ中は半歩から一歩前に立っています。こんな感じです。ビートセイバーは他の音ゲーと比べリズムに対して正確に切ることはスコアに影響しません。とてもルーズです。そしてノーツがミスになるタイミングは足跡マークより後ろです。半歩以上前に立てば振り遅れた場合でもいつもより手首を返すことにより切れる場合があります。特に体力を消費している曲の後半では振り遅れが多くなる状態が多いので効果を発揮します。ちなみに振り遅れている瞬間というのはこんな感じです。完全に振り遅れたため左手の手首を無理やり返して切っています。前に出ることによりミスするような動きをしてしまってもカバーができます。片手が連続するような場合は切る側の半身を気持ち前に出すと切りやすくなります。これは先ほどの立つ位置についてのお話の時と同じで前に出た方が振り遅れに対応できるからです。動画は分かりやすいように半身を90度近く回して切ったりしていますが、気持ち前に出したり少し腕を前に出すだけでも切りやすくなります。こちらの画面のノーツをどう切るか想像つきますでしょうか。ノーツはすべて下向きに矢印がついています。そう、答えはこちらの通りです。ゆっくり当てれば切れるのです。あなたが持っているセイバーはスターなんとかに出てくるあのセイバーのようなものです。現実の剣と違って振りかぶる必要は一切ありません。そもそもノーツは切るものという先入観を捨ててください。受け止めるという選択肢もあります。ノーツに刀身が触れる際に少しでも角度があればミスにはなりません。目の前のノーツに対して頭の処理が追いつかない時には一つくらいのノーツは受け止めてしまうというのも選択肢としてあります。ただこれはクリアをしたい、コンボをつなげたいという目的のためなので、ハイスコアを望む場合はためらいなくミスしても構わないという精神のもと切ってください。その方がハイスコアは出ます。以上でノーツの実用的な切り型講座は終わりです。私がもう少し早くこれらのことに気づいていたらプレイの上達が早くなるのがもう少し早かったのではと思うことをまとめました。皆様の上達に少しでも寄与できたら幸いです。ちなみに私はこちらの動画のように普段は動き回りながら全力で乗りながらプレイしています。こういうプレイスタイルをするためにも手首を使ったプレイは必須です。ご視聴ありがとうございました。